自業自得。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年9号、ワンピース最新話1105話、具の骨頂を考察します。この1105話は13ページしかありませんが、エッグヘッドに新たな勢力が参戦したようです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話まだ読んでいない人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずは先週の予想で当たった部分を抜粋しましょう。こちらです。1105話の類似話数は5話、105話、115話、1015話の4つ。105話ではラフテルの話ですが、ここでルフィは腹いっぱい食べています。ならば1105話でもルフィは腹いっぱいになるのか。次に115話には巨人が初登場。さらに1105話の話数の語呂合わせも考えましょう。1105話の語呂合わせは人々の語。先週の予想は1105話の反転話数である511話のパシフィスタから、1105話ではパシフィスタが行く手を阻むと予想した部分は当たりましたが、それ以外は読み違えています。その間違った部分を訂正していきましょう。1105話の類似話数5話ではゾロが海軍から射殺されそうになっていますが、1105話でもクマがマーク3に射殺されそう。さらに5話ではゴムゴムのロケット、1105話では真空ロケット。これが話数の理論一つなぎです。それでは本編の考察を行いましょう。1105話の扉ではキャロットがシチューを味見しています。これはおそらく1105話のタイトル具の骨頂にかかっているでしょう。つまり具の骨頂、最高に美味しいという意味です。具の骨頂と具の骨頂、骨頂とは最高という意味です。そんな1105話のスタートはバスターコールで逃げ出す海軍。ここでサタン星とキザルは島に残ると言います。これが1105話の話数の語呂合わせ1つ目。伊藤公、伊藤公。サタン星とキザルはまだここに伊藤公。そんなサタン星にベガバンクは人類の進歩のためバスターコールに抗議しますが、サタン星は許さない。島から逃げ出している科学者たちの船にも追撃命令を出したという、これに怒りを見せるベガバンク。しかしサタン星はベガバンクの自業自得だという、これが1105話の話数の語呂合わせ2つ目。人の自業、人の自業。自業とはそのまま自らの行いによる報いのことです。これはタイトルの具の骨頂にかかっています。人の自業、具の骨頂、愚かな人間の自業自得。この語呂合わせは後半にも登場します。バスターコールの危機にサンジが周りに指示を出します。サンジは必ずルフィがいない時に活躍します。いわばサンジは裏の船長でしょう。1105話の類似話数1015話でもサンジは麦わらの一味の心の支えとなっています。NES ロビーでもサンジの起点によって見事バスターコールを脱出していました。これは3年半前に考えたルフィとサンジの表裏一体の考察とも合致しています。つまりサンジとは3、太陽の次、2人目の太陽、サンジ。3月2日生まれ。ここでジンベエはゾロの元へ向かいます。ゾロは迷子になるから心配だそうです。これが1105話の話数の語呂合わせ3つ目。いっとこう、いっとこう。心配なゾロの元へいっとこう。一方ブルックはリリスと共にサニー号を移動させています。ブルックは島雲を凍らせて氷の道を作り、サニー号を動かしています。これが1105話の話数の語呂合わせ4つ目。ゼロを前につけて Let it go、 Let it go、 ありのままで Let it go、 Let it go、 アナと雪の女王の歌 Let it go。 氷の魔女エルサは Let it go と歌いながら氷の道を作っていました。しかしブルックは氷の道を滑るサニー号を止める方法は考えていなかった。骨だけに具の骨頂。一方フランキーとアトラス、ボニーとクマは真空ロケットでラボへ向かいますが、これはキザルが真っ二つにして阻止。この時サタン星がパシフィスタマーク3に攻撃命令。最高じゃないか。命を捨てて生かした娘が己のクローンに殺される愚かしさ。虫けらにふさわしき具の骨頂。オクソエムゲドサタン星、空中のクマとボニーを狙う無数度マーク3。これはベアバンクが想定していた最悪のシナリオです。父の姿をしたクマのパシフィスタが海賊になったボニーに気づかずに娘を攻撃してしまう最悪のシナリオ。これも語呂合わせ人の自業。ベアバンクの自業自得、具の骨頂ですが、はい、これはもう次の展開がわかります。
ルフィは満腹で動けないと言っていますから、ルフィではボニーを助けることはできません。ボニーがこの状況を切り抜ける方法は一つ。パシフィスタの意見順位のトリックしかないでしょう。パシフィスタが従う順番は五老星が頂点ですが、実はボニーの方が上、頂点に設定されていそう。これは4ヶ月前、こちらの動画で考えました。こちらです。また、サターンがパシフィスタの命令権をさらに書き換えた場合、それを止めるのは最終的にボニーか。コメント欄ではそんな秀逸な考察も見られました。ボニーなんてもうどうでもいい。そんな風に舐めていたサターンがボニーに出し抜かれる展開が来るのか。なぜなら血統因子には体験が蓄積されていると言います。つまりクマのパシフィスタはボニーの命令を聞くでしょう。パシフィスタセラフィムの血統因子には体験が蓄積されていました。だから S スネークはルフィには逆らえませんでした。それならばクマのパシフィスタマーク3にもボニーを愛したという体験が蓄積されているでしょう。天才ベガパンクでも解けない愛の方程式。実に面白い。愛の力によってマーク3はひっくり返る。マーク3をひっくり返すとクマさん。そうなれば北総園でいたサタン星の悔しそうな顔が見れるでしょう。人間兵器と呼ばれるパシフィスタ兵器についてトムさんは作り出すことに善も悪もないという。兵器について乙姫は人を救おうと思えば幾千もの命を救える愛の力だという。ベガバンクとクマはそんな人間兵器に平和主義者パシフィスタと名付けました。そのパシフィスタたちは悪意ではなく愛の力さえあればニカやクマのようなヒーローになれるでしょう。これは次回1106話の語呂合わせからもわかる。次回1106話の話数の語呂合わせ予想は愛のヒーロー。愛のヒーロー。1はその形からウィキペディアでは愛と読むそうです。愛のヒーローパシフィスタマーク3。改めパシフィスタクマさん。パシフィスタクマさんはボニーに従うのか。そのように考えていくと最後に登場した謎の勢力ももしかすると愛のヒーローなのか。エッグヘッドから逃げ出した科学者たちの船を追撃していた海軍の軍艦が最後に沈められています。このエッグヘッドに迫る謎の勢力とは何でしょうか。予想が難しいので全てのパターンを考えましょう。まず考えられるのは黒ひげでしょう。黒ひげの船はすでにエッグヘッド近くまで来ていました。黒ひげの狙いはおそらくポーネグリフの読み手でしょうか。誘拐したリツメ族のプリンが海岸すればポーネグリフを読めるようになりますが、運よく海岸することを待っていても仕方がないのでポーネグリフを読めそうな科学者たちに目をつけたのか。しかし黒ひげが100隻もの海軍を相手にするでしょうか。ローやガープ、ハンコックと戦った黒ひげ海賊団たちは戦力的に連戦するのはなかなか厳しそうです。また黒ひげはこの先シャンクスと戦いそうですから、エッグヘッドに来たのは偵察だけかもしれません。次に革命軍はどうでしょうか。革命軍ドラゴンは後半の海にいません。釜ばっかにいましたからこれは確率が低そう。それではズニーシャはどうでしょうか。海軍の軍艦は燃えていますからおそらくズニーシャの攻撃ではない。しかし扉絵にはズニーシャを率いているキャロットが登場していますが、もしくは麦わら大船団でしょうか。麦わら大船団なら愛のヒーローとも合致します。さらに類似話数とも合致します。1105話の類似話数、115話には巨人の影が登場していました。そして次の116話ではエルバフの巨人の決闘です。すると1106話にもエルバフの巨人が現れそう。それは麦わら大船団のエルバフの巨人、新巨人海賊団のハイルディン。5600人もいる麦わらの大船団は強大です。100隻もの海軍の軍艦と戦えそうです。麦わら大船団の船長7人たちは800話で一大事件を引き起こすと言われていました。また麦わら大船団は何かあれば勝手にルフィの盾となり矛となりに現れると言います。その子分たちがエッグヘッドに来るのか。ただし麦わら大船団がルフィのピンチ立てこもり事件を知ったのはいつでしょうか。その当日にモルガンズが事件の号外を流したとしてエッグヘッドに来るのがやや早い気もしますが、とりあえず本命は一応麦わら大船団だとしておきましょう。以上です。続いては次回1106話の展開を話数の理論から考えていきましょう。1106話の類似話数は6話、106話、116話、1016話です。6話ではゾロが後方から現れてルフィを支援しています。
ならば1106話ではエッグヘッド近海にルフィたちを支援しに仲間が現れる。それこそが麦わら大船団か。106話ではゾロがぐっすり寝て起きる。ならば1106話でもルフィがやっと動き出す。116話ではエルバフの巨人たちの決闘。ならば1106話では麦わら大船団 VS 海軍の巨大な戦いか。1016話では戦況をひっくり返すお玉が登場。ならば1106話でもボニーが戦況をひっくり返すのか。1106話の反転話数も考えましょう。1106話をひっくり返すと611話コーディ・ジョーンズ。ここではネプチューンとそして新魚人海賊団が登場。するとやはり1106話にはエルバフの巨人新巨人海賊団が登場か。1106話の語呂合わせも考えましょう。1106話の語呂合わせは愛のヒーロー、アイドル、アイテム。やはりパシフィスタマーク3はボニーに従うのか。そしてコメント欄の考察でも見られたようにボニーが誕生日にもらったアイテム太陽のネックレスが意見チップの可能性もありそう。そして挑む人は泥。ルフィを助けたのはやはり泥人間カリブーなのか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ありがとうございました。僕は大胆不敵爽快感マックス。さあ一緒に謎を解くこれからの未来へ。笑顔の裏側に隠れた仮面の YouTuber。 みんなを魅了する謎解きの才能。さりげなくジャブを繰り出しユーザーを沸かせる感動が溢れるユデロンの世界へ。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。雨のジャレ